こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は法改正として社会保険の被扶養者認定基準の変更がありましたので、その内容についてご紹介をしていきたいと思います。変更は2025年令和7年10月からの変更という形になります。すべての被扶養者の認定の基準が変わるわけではなく、一部の方になりますけれど、一部の方に関しましては、いわゆる年収の壁の引き上げが行われることになります。今回の概要ですけれど、まずは公的年金の被保険者数について見ていきたいと思います。その上で、社会保険の被保険者の被扶養者認定を受ける場合の収入要件と範囲の原則について、そして2025年10月から変わるその収入要件一部変わりますので、その内容について、また多くの方が気になっているのが、社会保険における被扶養を外れるという収入要件、勤務要件、そういった部分、2025年年金制度改革の法改正によって今後社会保険の適用がどんどん広がっていくという形になりますので、今後の社会保険適用の拡大について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは今現状の公的年金の被保険者数について見ていきたいと思います。年金に関して総数としては6700万人の方が年金に加入をしているという状況になっております。そのうちフリーランス、自営業と言われる方、国民年金の1号被保険者と言われる方は1300万人ほどという形になっております。一方、会社勤めの方、サラリーマンの方が入ることになる2号被保険者につきましては4600万人。また、その2号被保険者の被扶養となる方は3号被保険者と呼ばれますけれど、こちらは686万人という形になっております。3号被保険者の方につきましては、2号被保険者に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満の方という形になっております。この公的年金の被保険者の数ですけれど、まずは1号被保険者に関してはずっと減少傾向が続いている一方で、2号被保険者に関しては増加傾向にあるということになります。なぜ2号被保険者増加しているか、1号被保険者が減っているかにつきましては、年金改革における社会保険の適用拡大における短時間労働者が増えてきて、社会保険適用を受けているという影響が大きいかと思います。その中で2号に扶養されている方、3号被保険者に関しても、近年は減少傾向にあるという形になります。今現状は680万人ですが、今後社会保険の適用を受けていくことによって、さらに一層減少が予測されるという状況になっております。そしてそんな中で被扶養者として認定を受ける場合の収入要件と範囲、いわゆる社会保険における130万円の壁と言われるものになってきますけれど、年収要件は原則130万円未満という形になります。ただしですね、60歳以上の方ですとか、障害者の方に関しては年収要件が180万円未満という形になります。そして年収、金額要件だけではなく、その方が同居しているのか別居しているのかということで、さらに要件が変わってきます。同居している場合は、収入が被保険者の方の収入の半分未満であること。そして別居の場合は、収入が被扶養者、被保険者からの仕送り額未満であることという要件が原則としてあります。この同居か別居かというところにつきましては、各個人の都合による同居別居というわけではなく、同居していなくても良い被扶養者と同居していなくてはいけない被扶養者というのが決められています。こちらが被扶養認定の範囲と言われるものになってきます。
こちらは次のスライドで細かく見ていきたいと思いますけれど、今回ですね、年収要件130万円というのがありましたが、こちらに関しては2025年10月から一部変更引き上げという形になっております。またこの年収につきましては過去の収入ではなく今後の見込みという形になります。では、被扶養認定を受ける場合の範囲ですけれど、被扶養者として認定をしてもらえる範囲というのは非常に広いという形になります。このうちピンクで色塗りをされているところですね、主に直系相続になりますけれど、これらの方につきましては同居の要件は求められていないという形になります。こういった部分も含めまして、被扶養者の範囲というのは原則として生計を維持されていること、そして原則として国内に居住をしていること、また一部の方につきましては同一世帯同居をしていることという要件がありますけれど、これらの要件を満たすことによって被扶養者としての認定がされるという形になります。そしてですね、こういった状況の中、2025年10月から年収要件130万円というのがありましたけれど、こちらにつきましては一部変更引き上げという形になり、どのような方が引き上げになるのかと言いますと、19歳以上23歳未満の方につきましては、現状130万円未満という収入要件が150万円未満に変更になる引き上げとなります。ただしですね、19歳以上23歳未満という年齢に当てはまったとしても、被保険者の配偶者であった場合は除かれますので注意が必要です。そして今回の引き上げに関わるポイントですけれど、年齢で判定をしますので、学生であることにつきましては問わないという形になっております。そして年収150万円ですけれど、こちらの年収は今後の1年間の見込みということで、こちらについても変更はありません。また、一時的にですね、130万円、150万円超えるという方もですね、出てきているかと思いますけれど、今回の変更に伴いまして、19歳以上23歳未満の被扶養者の方の年収が一時的に150万円以上となってしまった場合ですね。150万円以上になれば被扶養の収入要件外れるんですけれど、一時的であれば、以前動画でご紹介はしていますけれど、年収の壁支援強化パッケージというのがありますけれど、こちらは事業主証明によって被扶養者認定が適用されるという形になりますので、一時的であれば被扶養者を外れることがなくなるかもしれないという状況になっております。こういった形で被扶養者の一部の方、収入要件、引き上げになりますけれど、多くの方はですね、社会保険の適用という方が注目をしているのではないでしょうか。こちらにつきましては、もうすでに法改正成立をした関係で、今後どんどん進められていくという形です。社会保険の適用拡大につきましては、従来は月額賃金8万8000円以上、週の勤務が20時間以上、そして51人以上の企業という形になっておりましたけれど、今後ですね、3年以内に月額賃金要件8万8000円というのは撤廃をされるという形になります。今回ですね、2025年10月から最低賃金の引き上げもありますけれど、そこと合わせてですね、今後廃止の時期を見ていくという形になるかと思います。また、企業の規模の適用要件51人以上というところもですね、今後10年かけて段階的に廃止をされるという形になりまして、直近でいきますと2027年10月から36人以上の企業に対して適用がさらに広がってくるという形になります。そしてですね、法人はもとより個人の事業所に関しても適用拡大が及んできます。適用拡大対象となりますが、今現状は対象外扱い猶予されているという状況になっております。そして最後に注意点とまとめです。被扶養者の収入ですけれど、
こちらは雇用保険における失業等給付、公的年金、健康保険における傷病手当金、出産手当金なども含みますので注意が必要です。また、扶養という概念ですけれど、税法上における扶養の家族と健康保険上における扶養の家族、範囲、考え方が違いますので注意が必要です。また、被扶養といってもですね、社会保険においては子供だけではなく事実上婚姻関係がある関係でも被扶養として認められる可能性がありますので、そちらについてもご確認をいただければと思います。加入する保険制度で必要資料が異なるケースが結構あります。いわゆる健康保険組合などではさらに追加で書類を提出というケースがありますので、必要書類につきましては事前に確認をしておいてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。